テリアモンジャッシュです。早速ですが、今回の企画はデジモンで究極の二択。イエイイエイ。究極の二択というのは答えが二択なので選ぶ手間もかからず、心理テストよりも手軽に回答者の考えを知ることができるものなんです。僕が言うのかこれをそうか。簡単な例だと、結婚するなら愛かお金みたいな感じですね。人間社会だとこれが究極の二択になるのか。僕はスマホに住んでるから実質0円だから愛の方が欲しい。当たり前じゃね前置きはこれくらいにしておいてと、今回は究極の二択をデジモンバージョンでやっていきます。回答時間は即時過去3秒とのことです。3秒なんてもうこの問題文読んでるだけで終わっちまうんじゃないのかい。どうなんだい。でもなんかストップって言ったらちょっと止めてやってもいいですよみたいなことを言われたから、僕は物が言えるデジモンなので、できないと思ったらストップって言おうと思います。ただどんな二択になってるのか本当に想像もつかなくて、でもデジモンのことだからきっと大丈夫。すぐに判断したいと思います。さらにアンケート機能を使ってなんと事前に見てくれているみんなにも答えを聞いてる質問があるんだって。それも合わせて見ていきたいと思います。それでは究極の二択始めます。テリアモンジョシュ研究室。さあ来い。ヤマトタケル、メタルガレルモン、ロイヤルナイツ、早っデジバイス。ストップ早くない結構反射で答えてたから、実際じゃあ振り返ってみましょうねって言ったら変わる可能性すらあるなんか目に入った下の部分を読み上げたって感じだったけど、じゃあちょっとこの問題、この問いはちょっとよく考えよう。やっぱデジバイス、テロモデキ、ゴーグル、クルモン、デジモンワールド、バタフライ、ベテルガウスモン、カウスガンバモン。究極だった。テリケン終わった。究極の二択すべて答えました。まあ究極ですからどっちも良かったけれどもって選ばなきゃいけなかったのが大変でした。すべての質問が終わったということで、質問の振り返りをしていこうと思います。ちなみに事前に5問だけ公式チャンネルの方でテリスナーのみんなにユーザー投票をお願いしてたんだけれども、結果はどんな感じだったのかな、見てみたいと思います。アラーモンにするならの方は拮抗してますな。ブレイブハートの方が多い。僕はバタフライを選んだ。で所属できるならどっちで、ロイヤルナイツか七大魔王かで、僕はロイヤルナイツを選んでて、8割の人がロイヤルナイツを選んでる。なんとだってテリスケが七大魔王に入るってどう思うよ僕どんな顔して入ればいいの食べられちゃうよひえなんてね。続いて思い出深いのはどっちっていう質問に対して
デジモンストーリーかデジモンワールドかとどっちかなって話が、これもねまあほぼ互角と言ってもいいでしょう。まあでもデジモンストーリーのがちょっと多かったと。で僕はデジモンワールドの方を選んだということで、そしてデジタルワールドを一緒に冒険するならどっち？これね反射で答えたからな。テリスケ的にはねヤマトとタケルとね一緒に冒険したいなと思ったんだよね。そりゃあ太一光は安定感がございますよと思ってたんだけど、やっぱりこう冒険をする上でちょっとのスリリングなこと大切よヤマトくんがたまに暴走しちゃったりとか、タケルくんが泣き出しちゃったりとかすることがあるかもしれない。でも僕には包容力がございますからいやでもどっちも最強だしどっちも好きだな。僕がもし人間だったとしたら太一さんみたいに頼れる先輩みたいな人にこう慕ってもらったり、ひかりちゃんみたいに可愛い女の子と一緒に冒険したいっていう気持ちはありますけども僕はデジモンだからね、こうヤマトタケルと一緒に兄弟の愛情をこう見守りながら冒険したいなって思いました。でパートナーにするならどっち？これ僕がテーマになるってこと？かっけー夢が膨らむな。ボーグレイモンさんをこう引き連れてもいいなとは僕も思ったんだけど、やっぱメタルカルモンさんのそのメタルな感じかっこいいんだよな。憧れの的なんすよ。やっぱデジモン界でも有名ですよ、そりゃ。メタルな感じ。だいたい進化するとメタルになりがちじゃんガルルトマホークがベベベベって出してんのかっこいいなと思って、これ一番究極かもしれないな。明日はウォーグレイモンって言うかもしれないということでいろいろ見てきたんだけど、みんなのコメントも気になるな。デジタルワールド一緒に冒険するならどっちっていうのをみんななんていう風に答えてたの？ちょっと見ちゃおうかな。なるほどね。あとデジモンに推しがいるともうそれ一択みたいな人が多かったりするんだよな。そんなにねヤマトくんは思春期だからちょっとギスったわけでね、別にもともと情緒不安定な子ではないよなんかもうこいつお兄さんひかりさんは僕にくださいってもう義理のお兄さんにしてやがる許せねえなみんなたくさん答えてくれて嬉しかったな。なんかちょっとマイナーの方を僕は選んでたっぽくて、なんかそれも嬉しかったかもしれない。なんか2って感じでこって他のやつも見ていこうかな。思い入れ深いのはどっち？おもちゃのデジタルモンスターかデジバイスか。そうなんだよね。僕はデジアート大好きだから、やっぱデジバイスというものを見るとテンションが上がっちまうんだよ。なので思い入れが深いっていう風な聞き方をされちゃうと、やっぱデジバイスに勝るものないなって思っちゃうんだよな。デジタルモンスターも捨てがたいんだけどねえ、究極だよね。続いてデッキで使うならどっち？プテラモンデッキかシュモンデッキか。いやもうこれは結果僕が入るか入らないかみたいな色で決めちまった。だってイラストはどっちもかっこいいし可愛いから。でやっぱシューモンっていうその最初に見た時のさシューズからね派生したデジモンっていうアイディアすげえと思っちゃったから、なんかそういう意味ではシューモンすごい好きなんだけど、プテルモンは飛べるなとか、なんかそういうことを考えてたけど、もう結果緑のデッキに僕が入れやすいかどうかっていう、これはカードゲームの話です
さて欲しいのはどっち？ゴーグルか笛か。これね、人間界にちょっと馴染んじまった一人のデジモンの話なんだがゴーグルの方が入手が困難だなって思ったんだよねそれほらやっぱ02を見てさ、ゴーグルって継承されるんだっていうのを見て、なんかこうもらえるならゴーグルだなってひかりちゃんの笛もやっぱエモいはエモいんだけどさ、でこう最終回でテールモがピーってさ吹いてさ列車が走り出すでしょ。あのシーンとかもすごく好きなんだけど、いやーゴーグルだな。これは入手のレアリティの話です続いて友達になるなら来るもんかうっこもんか。これはさちょっとずるいよね。やっぱクロモンってさデジモンテイマーズに出てたキャラクターでもあってさ、僕はやっぱテリアモン上手だけどテリアモンも好きだから、そういう意味ではテリアモンがこう友達としてね仲良くしてるクロモンを見て自由奔放な感じ、自由奔放な友達がいるとたまに困っちゃう時はあるけど、それぐらい元気な方がいいなっていう時だってある。だからクルモンの自由な感じ、可愛い感じをねこうね一緒にいると毎日が楽しいような気がして、なんか想像がしやすかったからクルモンにしちゃったね。みんなと友達になりたい、みんなと友達になりたいそしてこれね、進化先として選ぶならベテルガンマモンかカウスガンマモンか。これベテルガンマモンは火って感じのさ、なんかイケイケどんどんな感じなんでしょ。強いもう青春またなんかタコ殴りみたいな合ってるでもねこうカウスガンマモンがちょっと冷静沈着で賢そうな感じっていうのを僕は知ってて、僕賢いに憧れてるからさ、賢くなりたくてカウスガンマモンを選んじまった。明日はベテルガンマモンっていうかもしれない全部この逃げ方をして明日はベテルガンマモンっていうかもしれないけど、ちょっと今日の気分はやっぱカウスガンマモンになりたいなって、進化するなって思いました。つうこって振り返りました。いやたくさん質問があって、でもなんか究極の質問全部いい感じの2択だから選ぶのは楽しかったし、選んでからもそうだったかなどっちかなってなんて言うんだろう、悩んでるのもすごいいい時間だなって。やっぱデジモンっていいね。もう深いね、奥が深いよ本当に。一生喋れるもんね。でみんなもこう YouTube でねアンケートに答えてくれた人たちも本当にありがとう。いろいろコメントもいただいてね、みんなも究極の質問に対して一生懸命考えてくれたんだなっていうふうに思った。ということでみんなもやってほしい究極の2択があったらコメントの方よろしくお願いします。またこれやるかもしれないからね。テリアモン助手研究室。やっぱデジモンっていいもんですね。僕も究極の2択をちょっと考えようかなと思ってって思ってたのと、そうだな、一生食べ食べ物肉を食べるときに部位で一生どっちかしか食べられないならどっち？ハラミかタンか。これ究極だな。どうしようこんな究極の2択を考えてしまった。パン。それでは今日はこれでお別れ。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。
疲れた。なんか最後が一番疲れた。今日はこの言葉でお別れしたいと思います。タンではなく、いくぞガレルトマホーク。バイバイ。